タイで恥をさらす日本人たち。皆さんこんにちは。日本とタイ観光チャンネルです。いつもは楽しい動画が中心で観光地や美味しい食べ物を紹介していますが、今回はタイで恥をさらす日本人たちというタイトルです。なぜこのような動画を作成するのか。それは実際に見かけた日本人の言動がかなりひどいという体験が多くあるからなのです。日本人といえば野球場やサッカー場でゴミを拾っている。何かあってもちゃんと列を作り秩序がある。そういうことで取り上げられることがあります。それらが嘘ということではなく、それもまた日本人なのですが、さらには日本や日本人イコール無条件に素晴らしいというような番組も存在していますよね。しかし一部ではあっても相当恥さらしな言動を海外でやっている人たちもいます。ぜひこの動画をご覧いただき、そのような行動をしないように注意してください。また下手をすれば日本人の中にはマナーが悪い、ルールを守らないのは他のアジア人だと思い込んでいる人もいるのではないでしょうか。中国大陸や台湾には何度も行っていますが、そこでローカルバスを利用した時のこと、高齢者が乗ってくると座っていた複数の若者が立ち上がり席を譲り出すことを何度も見かけました。今の日本でどれだけの若者がやりますかね。実態は他のアジア人よりもかなり恥ずかしいことをしている日本人、そういうこともあるのです。それでは始めます。先日約6年ぶりに日本でも有名なタイの観光地アユタヤに行きました。いろいろと巡った中で世界遺産ワットプラシーサンテッドとワットマハタートでのことです。どちらも行ったことがある人はいると思いますが、そこに掲示されている看板を覚えていますか。タイの世界遺産にある注意看板。タイなのでタイ語はわかります。多くの人が理解する英語もわかります。残念なことにその他の言語が日本語なのです。世界遺産でこういう表示になっていることは相当恥ずかしいことだと思わねばなりません。日本人の中にはルールを守らないのは中国人やその他のアジア人だろう、そういう一方的な思い込みの人はいると思います。しかしこういうものが現地にあるのですから、下手な言い逃れはできません。この看板は新しいものではありません。アユタヤには過去に何度も来ていて、相当前からこの看板はありました。つまりかなり前から多くの日本人が恥ずべき行動を繰り返していたと考えるべきではないのでしょうか。仏像の頭が木の根元にあるワットマハタート。ここで動画を撮影していた時です。横から日本語ですみませんと話しかけられました。仲間と一緒の様子をスマホで記念撮影してほしい、そういう意図はすぐに分かりましたが、当方が動画撮影中なのは見ればわかるはずです。余計な日本語は録音したくないので黙っていたのです。すると、すみません、すみません、すみませんと何度も話しかけられ、しかも声がどんどんと大きくなっていったのです。お前、いい加減にしろよという気持ちはありましたが、そこは静かに動画撮影中なんですけどと返事。すると、あ、すみませんと言ったその次の瞬間、これで映してもらっていいですかとスマホを突き出してきました。お前、まったく 1% もすみませんとは思ってないよね。別の日のことです。タイで日本人には有名なジーンワットパークナムパーシーチャルー。当然日本人観光客が他国と比べてもダントツに多いのですが、そこで恥ずかしいことを繰り返し係員から注意をされているその多くが日本人観光客。そもそもこういう看板がいろいろな場所にあるにもかかわらず、日本人が注意されていた主な内容です。床に座って足を投げ出さない、大声を出さない、歌を歌わない、カメラを床に置いて下から見上げるような撮影をしない、三脚一脚を利用しない、寝そべらない、壁にも垂れて座らない、飲食しない。これらは日本の神社仏閣で拝殿の前やお堂の中ではやりませんよね。日本でやらないことは
当然海外でもすべきではないのです。しかしなぜタイに来てまでこういうことをし、注意を繰り返されるのでしょうか。寺院は信仰の場であることを忘れ、観光だから何でもありと騒ぐのは恥ずかしい行為なのです。タイのショッピングモールで見かけた恥ずかしい人たち。タイのショッピングモールでこんな日本人たちがいて唖然としました。トイレに行った時、なぜか若い男がトイレの出入り口のドアを押さえ開放していたのです。何をしているのだろうと思いながら横を抜けようとした時、その男が大声の日本語で誰かを呼びました。こっちこっち、ほら入って。すると急いで入ってきたのは男の子と若い女の2人。おいおい、なんで女性を男子トイレに呼び込むのだ。入る方も入る方だし。おそらくは女性トイレが列になっていたのでしょうが、それにしてもです。唖然として見ていると、次に若い女が男の子におしっこをさせました。いや、それはドアを押さえ続けている男がやればいいだが。タイには日系企業が多くあり、タイ人の中には日本語は音として理解する人が割といます。意味は分からなくても日本語だということが分かるタイ人はあちらこちらにいるのです。周囲のタイ人も唖然としている中で、男子トイレのドアを押さえながら大声で女性を呼び込む男と入ってくる女。かなり恥ずかしいことです。空港のラウンジで勘違い炸裂のおっさんたち。空港では時間調整にラウンジを使います。ラウンジでの時間は通常落ち着いて飲食をするとても快適な時間です。しかしそのラウンジの中で恥ずかしいことを繰り返す日本人のおっさんたちをどれだけ目撃したことでしょう。海外の有料ラウンジはビュッフェであり、アルコールも飲み放題となっています。しかしラウンジはあくまでもラウンジで居酒屋ではありません。ところが数人で集まって大声を出しているのは決まって日本人なのです。海外の多くの国ではアルコールは提供しても節度を求めているのに、酔っ払い出して声が大きくなる。過去にタイ人はうるさい人が多いという動画を作っていますが、場所によっては日本人の方が何倍もうるさいことがあります。しかも提供されているアルコールに対し、安物だ、数が少ない、タイだからこんなもんだろうと笑っている下品さは救われません。物事を考えず自分たちだけが良ければという恥ずかしいことをしてしまう人たち、あるいはまだどこかでアジアを見下しているのか、タイに来てまでタイを下にしたような言動を繰り返す人たち。そんなことだから日本はどんどんと落ちぶれていっているのかもしれません。日本人の中にはこのくらいはいいだろう、どうせ海外だからという考えで軽率なことをしてしまい、それが結果的に日本人という民族が軽蔑される危険性もあることを知っておくべきです。日本に来る外国人を批判するのは簡単ですが、日本人でも海外でかなり恥ずかしいことをしている人たちがいるのです。人はどこに行っても自分の言動を通してその人の国を判断されるというくらいの気持ちを持つべきと考えます。また軽率に相手の国を貶めるような言動はトラブルに巻き込まれるリスクが高くなるので、安全のためにもすべきではありません。もちろんタイ人だっておかしな人たちはいます。さまざまな事情についてはタイで注意すべきこととして動画にもしていますので、ぜひ参考にして問題に巻き込まれないようにしてください。ということで、恥ずかしい日本人についてはまだまだありますが、今回はここまでです。ぜひ続けて動画の最後のリンクからいろいろな情報をご覧ください。日本とタイ観光チャンネル。